はいどうも、ヒューズの山根と、古重です。この季節、いや、時期がやってきましたね。来ましたね。はい僕はテンション高いっすよ。そうですね。はい。幼児山本プールオム、はい、2025年春夏のはいコレクションがですね、先日行われましたね。ありました。パリで行われたあのコレクションランウェイ。見ました？もちろん見ましたよ。リアタイで。そうですよね。まあ、この動画を撮ってるってことはですね。当たり前じゃないですか。まあ、見たと思いますけど、はい。よかったですね。いやー、今回も良かったっすね。よかったですよね。はい。まあ、日本時間と深夜でしたね。そうですね。幼児のコレクションがあったのは、6月の20日の0時半でしたっけ？でしたね。そうですね。もう僕もリアルタイムで見てて、はい、で、その次の日ですね、今日は。21日です。そうです。はい、もう、ほやほやですよ。もう考えもまとまってないのが撮ってますからね。そうですね。でもあれからリアルタイムで見て僕も2回3回見ましたけど、まあね、良かったですし、はい、この短時間でお客様からですね、はい、僕の方に今シーズンコレクションのレビューしますかって来てました。お、なんと僕にも来ましたよ。本当ですか？早速ですよ。いやーなんで多分ですけど、まあ皆さんもですね、すごい待ってたと思うんですよ。はい。だからなんかもう皆さんの中でも、こう、いいなと思ったコレクションだったんじゃないかなと思って。そうですね。だからこそなんかね、ご連絡もいただいて、まあ早く撮ってほしいみたいなのかなと思って。いやー本当ありがたいんですが、まあコレクションの動画ってついこの間上がったっすもんね、実は。そうですね。あれが2024年、25年、秋冬のコレクションでしたね。はい。あれね、あのタイミングであげるんだと思いました、僕は。遅って感じでしょうね。まあまあ、遅いですけど、まあ立ち上がりと同時とも言えるので。まあまあそうですね。タイミング的にはおかしくなかったんですけど、そうですね。本来このスピード感が一番いいですね。このスピード感が一番いいですよね。まだね、この見た瞬間のね、このほやほや感がいいです。そうですね。で、まあね、やっぱりまあ、コレクションライン見たんですけど、やっぱり今シーズンもかっこよかったですね。お、言いましたね、今。かっこいいと。はい。何ですか？今回は、かっこいいはやめましょう。あ、コレクションラーメンの感想ですか？そうっす。かっこいい禁止ワードにしようと思うんですけど、まあなんでかっていうと、結構まあ僕たち前のコレクション動画見た時に、かっこいいとかめっちゃいいって言ってたんですよ。まあさっきも言いましたけど。言ってましたね。で、まあ、ふわっとするくないですか？かっこいいって。まあ確かにそうですね。ちょっとこう抽象的だなとは思いますけどね。そうですよね。なんでまあ、なるべくかっこいいをなしにして、こう、細かく伝えれたらなと思うんですよ。まあなるほど。どこがなぜかっこいいのかっていうのをこう具体的にね、かっこいいとは言わずにね。そうっす。じゃあもうかっこいいは NG ワードで言ったら、ちゃんとあれですね。罰ゲームで何にしましょうかって感じですけど。いやまあそれはどうなんですけど、それぐらいのテンションというか、こうね。もう細かくなるべく詳細に伝えれるのが僕たちのまあある意味役割というか、そうですね。皆さん求めてるとこなんじゃないかなと思って、僕が代弁して。でも冒頭さっきまとまってないけど。いや、それ大丈夫かなと思いますけど。まあ僕なりに結構もう徹底してみたんで。あ、OK です。何回も見たんで。OK です。じゃあ僕は僕の中の感想と同時に藤重さんの感想も楽しみにしてます。そうですね。もうお互い楽しみにしてるということで。もう前置きがめちゃくちゃ長くなってまいりましたけど。投げっすね。行きましょうか。とりあえず行きましょう。では、見ていきましょう。という感じでですね、今回はコレクションランウェイの動画を見ながらというよりは、まあ2人であそこが良かったねとか、ここが良かったねみたいなのを話していこうかなと思います。まあできるだけ流れに沿って話すんで、写真見ながらでも皆さんいい感じとは思うんですけど、そうですね。まあ僕がマチョにまとめてきましたよ。ありがとうございます。はい。ということで、見ていきましょうか。恒例の。秘伝のパソコンですよ。もう僕が汗水垂らしてまとめて。皆さんが多分一番気になってると思いますよ。そうですね。まあ僕もそうだろうなと思いつつ、結構ちゃんと見たんで。次の日なんでちょっとまとまってないかもしれないですけどね、それこそ。いやいや。まあまあでもね、もう最初から最後までね、一貫して幼児山本らしさが出てましたから。そうですね。なんでまあ皆さん気になるところとしてはやっぱこう幼児のスタイルというか、服だと思うんですよね、やっぱ。はい、そうですね。でまあなんで今回春夏っていうこともあって、最初らへんは複雑なレイヤードスタイルだったんですけど、後半とか結構シンプルじゃなかったですか？そうですね。まあ幼児の中では、その見た目のデザインっていうところは置いといて、そのスタイルとしてのシンプルさっていうのはありましたね。そうなんですよ。まあそのシンプルさも結構目立ったんですけど、その中にですね、結構幼
幼児山本が得意とするレイヤードスタイルだったりとか、まあいろんなこう手法を用いてですね、かっこいい洗練されたモードスタイルが成立してたなと思うんですよね。でまあそのポイントとしては、春夏って、まあ僕たち今真っ黒ですけど、そうですね。黒って重たく見えがちじゃないですか。見えますね。まあそれをですね、こう肌を見せたりだったりとか、まあちょっとこう、透けた服とか、まあ柄デザインを使ってですね、うまくこう、モードスタイル作ってたと思うんですよね。はい。もう僕もね、それはめちゃくちゃ思いましたね。そうっすよね。まあレイヤードって、いわゆるまあ幼児山本のレイヤードって、まあシャツ、ベスト、ジャケットのつなぎじゃないですか。じゃなくて、そのさっき言った透け感だったりとか、まああとはなんかこうアシンメトリーで半分切り抜いたみたいなやつとか、そうですね。インナーのデザインを見せるためのトップスだったりとか、結構こう大きくスリットというか穴が開いたみたいなありましたしね。レイヤードの仕方、まあ、可能性っていうのをすっごい感じると同時に、これ夏でも重ね着できるじゃんって思いましたね。いや確かに風通しいいですね。そうですそうです。いや本当にそのモードスタイルというか黒のやっぱ使い方がうまいっすよね。そうですね。まあそこがねやっぱり幼児山本ね、まあ歴史長いですけど、なんか新しさがあったっていうところが僕は良かったなと思って。そうですね。確かに毎回そうなんですけど、やっぱこう新鮮な幼児を見れますもんね。そうですね。やっぱりこう黒の可能性っていうのもありますし、今回はレイヤードの可能性。まあそしてやっぱり柄ね、一番最初からもうインパクトがあって、花柄ですよ。そうですね。幼児といえば花柄。そうですよね。で、しかも今回花柄1個ドンとかじゃなくて、散りばめられてる感じ。そうですそうです。で、なんか中には多分以前、まあこれまで出てたような花の多分アートワークというか柄もあったりとかして。ありましたね、似た感じのやつが。そうですよね。だからそれがね、めちゃくちゃかっこいいけどさ。あれ言おうとしたって言ってしまったらもうダメですね。いやもうでも今のはもうアウトっすよ。かっこいいまで出ましたからね。言おうとした。まあね、華やかな感じとか、ちょっと艶やかな感じ。はい。もう罰ゲームはなしなんですか？なしじゃないですか。まあいいでしょう。1回目はまあいいでしょう。ちょっととりあえずスルーで。そうですね。進まないです。すいません、なんか。いいっすよ。ここにカウンターがついてるかもしれないです。あ、そうっすね。まあ1で。ペケつけときますよ。ね、まあそんな感じで、その花柄もね、いいなってなって、それこそもう過去の幼児山本の柄を新しくこう見せ方を変えて、そうですね、踏襲してる感じの雰囲気がありましたからね。あれめちゃくちゃ人気出るんじゃないかなと思いましたね。いや、いいですね。僕も欲しいですけどね。いいですよね。やっぱ僕のその幼児の世代的には、やっぱブラックスキャンダルがバンって流行った世代だったんですよ。そうですね。ドンピシャ的に。なんでこう、最初の花柄のジャケットとかもそうですし、結構次出てきたルックとかこう、なんかこう線がたくさん描いてる柄みたいな、曲線的なデザインもあったと思うんですけど、ああいうちょっとブラックスキャンダルを感じるような服が出てくるとすごい嬉しいんですよね。確かに、まあ、あの時の幼児山本は、かっこよかった。かっこいいだね。あれもう2回目ですか？もうやっぱりかっこいいが癖になってるですね。癖になってますね。いやー、いいですね。いやブラックスキャンダルについてはね、良かったですからね。そうですね。ブラックスキャンダルはやっぱりこう、アート的な雰囲気を持ちながらも、なんかやっぱ幼児のモードスタイルをさらにブラッシュアップさせるようなアイテムが多かったんで、やっぱ春夏こそああいう派手なアイテムがいいっすよね。そうですね。なんか洋服にやっぱりこう絵というかやっぱりデッサン画とかを落とし込んで、やっぱり洋服をこうキャンバスと見立てるっていう。そうですね。あれこそやっぱ黒を下地にしてるからこそ柄が目立ちますもんね。そうです。でなおかつその生地の柔らかさっていうのも相まって、その絵が揺れる柄が揺れるっていう、まあドレープ感と一緒に柄の表情が変わるっていうのがいいんですよね。いや良かったですね。だから今回の花柄とかもそうですよね。確かに文字もあったりとかで、そうですね。続けて文字ですね。もう定番となった。もう定番ですね。まあ文字デザインですね。僕も結構毎回調べるんですよ。これ今回何使ってるんだろうって思って。そうですね。でまあ今回は万葉集から引っ張ってきてるのが多かったみたいですね。なるほど。なんでまあ日本の昔ながらのそうですね、歴史から引っ張ってきてる文字が多かったりとか、まあ同じその詩を使ってるジャケットが出たりとか、いろいろあったんですけど、やっぱ文字デザインっていうのも幼児さんが今思ってることとかを載せてると思うんで、まああれももう幼児さんのこう一つの主張というか、伝え方の一種になってますもんね。まあそうですね。洋服に見せることもできるんですけど、文字でもメッセージを出すっていう。ただその
直接的な言い方もあるんですけど、ああいう万葉集とかを使ってちょっと比喩的な表現で昔ながらの、言葉の伝え方っていうので、メッセージを出すっていうのがまたいいですし、なおかつ多分あれ洋二さんの直筆ですよね。多分そうですね。殴り書きな感じ。文字のやっぱり形というかデザインっていうのが、洋二さんの手書きの感じのタッチがいいですよね。そうですね。まあやっぱ万葉集使うってところはやっぱ日本のモードブランドというか、日本らしい発信の仕方っすよね。そうですね。だから海外の人が見たらどう思うのかなって思ってるのかなって最近思ってるんですけど。確かにどうなんですかね。まあね、日本語ってねクールではあるじゃないですか。なのでただそこでなおかつそのカタカナとかじゃなくて、万葉集漢字ひらがなで見えるっていうのはなんかそこがやっぱり幼児らしさかなと思いますけどね。もう一種のデザインとしてやっぱかっこいいっすか。はい、かっこいいカウンターがそっちにあれ自然と言っちゃうっすね。僕結構今意識して言ってたんですけど、僕多分2人とも今言葉選びながら喋ってるなみたいな探り探りありましたけど、やっぱポロッと出ちゃうもんですね。出ますね。びっくりしたっす自分と。僕も面白いですね。もう多分俺この回絶対吉江さんかっこいいって言わないんだろうなって思って。いやー今結構意思固めてたんですけどね。そうですよね。油断してました。ですよね。いや面白いですね。やばいですねちょっと。いやでもまあそのね思った感動って大事なんで、ポロッとねいいと思いますけど。そうですね。はい。だからねその後に花柄もあって、でメッセージと続いて、やっぱシースルーじゃないですか今回は。そうですね。シースルー透け感ですね。透け感もその生地の薄さとかもありますけど、やっぱりこの生地の網目だったりとかで透けるっていう表現がまたなんかちょっと難しいというかいろいろあるなと思って、穴の大きさもそうですね。シャツこれぐらいの穴が開いてるのもあれば、もう本当ニットですかね。網目すごい細かい網目でシースルー表現してるのもありましたしね。でその下に白を持ってくるのか、上に黒を持ってくるのかでその色のコントラストだったりとか色のね見え方も変えれたりとか。確かにタンクトップを着てて、そのオーバーニットというかちょっと透けてる感じのやつを着て、肌の透け感を出してるのもありましたしね。ありましたね。あれこそ春夏らしいスタイルというか。だからそれを見た時に肌がスタイルのアクセントといいますか、この色としての要素として使えるんだと思いましたね。肌すらもスタイルに使ってしまう。いやらしくなかったじゃないですか。いや確かにそうですね。肌結構出てたんですけどね。あの感じがまたいいなと思って、で荷台もちょっと清涼感があって吸いそうだったじゃないですか。確かに春夏モードって感じですもんね。そうですよね。あれもう今すぐやりたいです。いけるっすね。確かに今から見習えるんで、この暑い時期今すぐやりたいですね。いけるっす。あいにくねそういうニットないんですけどね。確かに待ちましょう。そうですね。あと春夏っぽさって言ったら、今回のコレクションに限ってではないかもしれないんですけど、結構ハーフパンツ多くなかったですか？多かったですね。なんでハーフパンツのスタイルもいいなと思ったんですよね。そうですね。それこそそのハーフパンツでもいやらしくないですし、何なんでしょうね。レイヤード感もかっこよかったですし。いやもう油断してたっす僕も。あれ全然分かんなかったですね。そうですそうです。レイヤードも結局短いパンツを履いて、インナー着て長いロングのものを着るっていうメリハリのある丈の長さでメリハリを作ったスタイルっていうのも新しかったなと思って。レイヤードもたくさん種類がありますもんね。重ね着するだけじゃなくて、丈感のメリハリもそうですし、シルエットもそうですしね。でやっぱり夏って、ロングってどうしても重くなりがちというか。確かに黒色と一緒で。そうです。けどなんかああいう風にハーフパンツ合わせたりとかするといけるんだっていうのと、ハーフパンツの履いたルックだったらそれこそねコレクションの話になってしまいますけど、女優のねアンさんが履いてて、あれ可愛かったですね。あれは可愛かったですね。可愛かったですね。可愛かったっすよ。やっぱもう僕はアンさんというよりもアンちゃんってイメージなんで。そうですね。もうそうですねって言いましたけどどういうことですか？いやなんかもう国民的な女優じゃないですか。だからもうなんか僕もちっちゃい頃からドラマで見てたりしてたんですけど、もうなんか親がアンちゃんあんちゃんとか呼んでたんで、アンさんというよりアンちゃんなんですよね。それはもうねイメージとしての。やっぱ女性が出たコレクションっていうのも昨シーズンからですかね。結構頻繁に出てますけど、メンズのコレクションでそうですね。そうです。今回はあんちゃんかみたいな。そうですね。だから男性のそのモデルの中でやっぱり
女性が入ることによって、まあ女性の絵柄とかをデザインに落とし込んだりするじゃないですか。そうですね。コレクションの中で女性を入れて、やっぱりちょっとこうね、まあアクセントといいますか、同じ洋服でも見え方がやっぱり変わるじゃないですか。はい。まああの感じがね、良かったですよね。そうですね。もう結構、まあ今ファッションでは普通かもしれないですけど、ジェンダーの壁というか。そうですね。男性の服を女性が着て、女性の服を男性が着ても全然 OK ですからね。もう誰が着てもいいみたいな感じの表現かもしれないですけどね。そうですね。いや、良かったですね。あとまあ女性といえば、渋い方いましたよね。いましたね。シャーロット・ランブリングさんですね。はい。僕最近、デューンって映画見たんで、その中で出てくる、めちゃくちゃこう雰囲気のある、まあ女性の、が出てくるんですよ。はい。まあその方だったんで、おおって思ったんですけど。じゃあタイムリーだったんですね。タイムリーでしたね。まあまあデューンの1に出てくるんですけど、2がね、最近あって、まあ見直してて、で、もうぜひ見てください。そうですね、僕見てないんで。っていう話ちょっとそれちゃうんですけど、本当に、シャーロット・ランブリングさんでもあれらしいですよ。昔、1990年代に、一回幼児のショーに出たことあるらしいです。あ、そうなんですからしいです。2回目。そうです。でも、ってことは、もう多分30年前、25年前ぐらい。そうですね、結構前。ってなると、やっぱりこう、雰囲気もね、変わってるのかなと思いますけど。もう、すごい渋かったですからね。渋かったですね。で、なおかつ、ブックもかっこいいなって思っちゃってて、僕、サスペンダーのパンツに。はい。何ですか？僕はカウンターを見ましたけど。なるほど。今、そのスタイルを思い出してるのかなと思って考えたんですね。もう、あまりにも自然に言っちゃったんで。いや、そうです。まあでもなんか男性に対する、そのクールな感じじゃなくて、女性に対するその感じっていうのは、まあちょっと出ちゃいますね。またちょっと表現が違いますよね。男性に対する言葉と女性に対する言葉では。クールビューティーというか。そうです、そうです。で、その中に、やっぱりこう、なんていうんですか、年齢っていうね、こう、年輪というか、経験値も入って、で、よりこう、その人を引き立てる洋服っていうのが、やっぱり幼児なことでもあるので、幼児なことではあるので、それも踏まえて、ルックはかっこよかったですね。よかったですね。そうですね。はい。まあ、よかったです。もうよかった。同じになっちゃうからですね。もう僕もよかった使ってますけど、確かにかっこいいもよかったも一緒ですからね。そうですね。ちょっとまあでももう多分カウンターボンボンボンってでもなってるんで。もう無限になってるかもしれないです。もうマジでもうやります。そうっす。やります。まあ、最後もその女性の方歩いてましたけど、あの人。ラストルックでしたよね。ラストルックです。ラストルックも歩いてたんですけど、確かですね、2分半ぐらい歩いてたらしいですよ、あの人。めちゃくちゃゆっくりでしたね。はい。なんで、印象に残った方も多いと思うんですけど、すごいやっぱ雰囲気がありましたからね。2分半歩くだけで、乗せれます？いや、無理っすよ。無理でしょ。2分半だって無言で、この場で入れますかって言ったら、無理ですよね。かなりきついですからね。人と洋服だけで2分半見せるってすごいなと思って。オーラが違いましたね。そうですね。ゴムのコレクションなのに、女性が最後。確かに。すごいっすよね。確かに。そうですね。そこもびっくりしましたけどね。まあでも、最後はね、ヨウジさんなんで。確かに。ヨウジさんよかったですね。やっぱダメな感じで。ヨウジさんね、相変わらずの、スタイルで。はい。僕あれがないと終わった気がしないんで、出てきてくれて。そうですね。お元気そうで。いや、しかも、アクセサリーとかもね。確かに。話戻すと。だらだらつけてましたし。そうですよね。アクセサリー良かったんですよね。僕、手についてたやつとか、結構じゃらってついてたんですけど、指に全部ついてるんじゃないかみたいな。アーマーリングって言うんですかね。指囲うやつ。僕アーマーリング昔から欲しいと思ってるんですよ、実は。今年の夏僕リングっていうかアクセで攻めるって言った回があったと思うんですけど、ゴシック購入回ですね。アーマーリングいいなって思ったんですよね。アーマーリングいいっすけど、目玉の横に、目玉と一緒にアーマーリングですか？強そうっすね。もう、僕、ナナっていう少女漫画が好きで、知ってます？わかりますよ。大崎ナナがつけてるんですよ、アーマーリングを。で、ビビアンとかたくさんつけてるんですけど、あれを確か子供の頃見て、めっちゃかっけえなって思って、なるほど。もうその頃から中二病をこじらせてる頃から欲しいんですよ。なるほど。なんで、今年の夏、アクセで行くって宣言したんで、チャンスじゃねえと思って。なるほど。じゃあもうあれですね。それもちょっとつけないと。その後にじゃああとはここに鍵つけないと。そうですね。シドビシャスみたいな感じでつけて。
カルチャーを背負わないと。そうですね。もう僕はパンクに生きるかもしれないです。パンクに行くんですか？もう短くして金髪にしてジャリジャリにしてるかもしれないですね。いや面白いですね。でもあれですよね。そしたらスタイルとして細身になってるかもしれないですよ。そうですね。ただでさえ細いんですけど、もうそれをもう前に出していくかもしれない。幼児山本がかけ離れますね。そうですね。でもそれぐらいかっこいいアクセが多かったんで。まあそうですね。アクセの話ですけど。そうですね。そうですそうです。だからアクセも皆さん見てもらいたいんですけど、ゴッツゴツのチェーンとか、ゴリゴリの見ました？見ましたよ。もう何重にも巻いてるやつですよね。なんかあれ2人巻いてるっていうようなやつ。そうそうプロレスラーの真壁かなって思う。確かに本当ですね。もうそれぐらいつけてて、アクセントというにはもう目立ちすぎてるぐらいのありましたもんね。ありましたよね。もうなんでも夏だからそれぐらい言ってもいいよってことだと思うんで、そうですね。だからそうですよ。藤重さんの夏はアクセっていうのはもう合ってると思います。間違いじゃない。そうです。でそこにやっぱりそのアクセに負けない洋服っていうのも僕すごいなと思いましたよね。そうですね。なんで本当喧嘩してないというか、調和が取れてる感じの、そうです。まとまってたっすもんね。あんなごついアクセも。いやそうなんですよね。なんでその全体的に見た時にその花柄があってメッセージがあって、で途中でモノトーンのスタイルもちゃんとあったじゃないですか。ありましたね。多分ワイトフォーメンかなっていうぐらい結構洗練された。そこはね洗練されたところだったんで、やっぱりなんかあそこがなんていうんですか、ルックの中のコレクションの中の箸休めというか、バランスを取るための休んではないな。なんていうんですかね、全体的なバランスを見た時に結構柄が続いたんで、シンプルなのに戻してまた柄を出すっていう演出かもしれないです。そうですね。なんでその白黒のモノトーンのスタイルに文字だったりメッセージだったりとか花柄を持ってきてもいいですし、だからそのルックとして全部かっこよかったんですけど、ルックそれぞれでつけているアイテムを自分で選んで、自分だけの25年 SS のスタイルを作るっていうのはすごい楽しそうだなと思いましたね。そうですね。組み合わせが面白そうですね。そうです。スタイルだけで話してもこれぐらいですからね。そうですね。止まらないっすね。そうですね。止まらないですね。大変なことですね。そうですね。これ確かにまだ音楽とかもうその辺全然突っ込んでないですし。もう今回僕スタイルメインでいいかなと思ったんですよ。そうですね。前回が結構カルチャー寄りだったじゃないですか。俳優さん触れたりとか、映画触れたりとか。今回もスタイルで。そうですね。まとめましょう。スタイルでまとめましょう。音楽もいろいろありましたよ。確かに。何でしたっけ？日本の音楽流れてましたしね。そうですね。ちょっと花とか。そうです。まとめたんですよ。確か僕それも。本当ですか？はい。そうそう。19の春とか。これ沖縄の恋の歌らしいんですけど、田畑義雄さんって方が歌って有名になったらしくて、これも日本ですごい流行ってた歌らしいんですよね。あと日本の歌って言ったら茶摘みの歌っすよね。女の方が歌ってたじゃないですか。とかもあったんで、ここも触れていいかなと思って結構書いたんですけど、もう中盤っす。多分。時間的に。もう時間的に。そうですね。皆さんももうなんかちょっと疲れてるかもしれないですね。もうスタイルこんだけ語ったら僕は十分かなと思うんですけど。いやもうね、僕思うんですけど、もう最終的にこれもちょっと飲みながらとか話せるなとか、それぐらいでな感じでも。お酒置いてきましょう。そうです。もう就業後に僕たちが。もうだから僕らが飲むっていうよりは多分皆さんと一緒に確かに。食べながら飲みながらとか。それぐらいの感覚で見てほしいんで、僕は。そうですね。もうこんなの本当くつろぎながら、何か家事しながらとかでもいいですからね。で、最終的に皆さんもね、なんか感じたことと思ったことをね、コメント欄にいただければお待ちしてます。僕らが話してる内容に触れるというよりは、思ったことを書いてもらえれば。そうですね。今回のコレクションに対して感じたことをですね、触れてもらえれば。カウンターちょっと回りすぎとかじゃなくて。もう僕途中から触れなかったんですけど、多分2か3ぐらい回ってるっすよ。いや、そうですね。僕も言ったっすからね。だからもう突っ込むこともデザインも忘れるぐらい、もう普段から言っちゃってるので、そうですね。これをいい機会にふわっとした抽象表現を減らすっていうのはいいかもしれない。いいと思います。本当にいいと思います。細かくやっぱ説明していった方が皆さんにも伝わるでしょうしね。おしゃれをそうです言語化するっていう大事です。抜け感とかクリーンとかクールとかモードとかやめましょう。もう細かく工程を分析していきましょう。そうですね。自分で自分の首を絞めてる可能性はあるんですけどね。そうですね。もう最終的にもうカタカナダメですとかなりそうですけどね。きついっすね。モードとか言いたいっすよ。カジュアルとかラフとか。ね、ポンポン出てくるっすけどね。横文字禁止。もう今後の課題ということで。そうですね。今回はですね、本当になんかあれでしたね。コレクションランウェイのレビューもそうでしたけどね、ちょっと雑談多かったですね。そうっすね。探り探りだったんで最初はかっこいいを言わないというところで。そうですね。でもしっかりスタイルについては触れれたと思うんですけどね。
くれたと思います。また2025年春夏までね、こう始まるまでに時間があるので、よりね、もう何回も見てね、何回も見て、もっとこうブラッシュアップしていきたいなと思いますね。実際に商品が僕たちも手に届いたらまた感想というか、振り返りながら話せますしね。いや、そうですね、楽しみですね。もうすでにもう来年楽しみです。そうっすよ。もう今回は何を買おうかなっていうのも楽しみですね。そうですね。確かに自分のね、スタイルを考える、何を買うか考えるのもね、やっぱりおしゃれ、洋服好きにはたまらないですか。はい。じゃあそういうことでですね、もう2025年が始まっちゃいましたね。始まっています。何年？始まりましたよ。始まってます。ということでですね、まとまりがないですけど、今回ですね、ヨージアンお得フールオム2025年春夏のコレクションレビューを喋る回でした。はい。雑談会でしたね。そうですね。この動画いいねと思ったら高評価、あとチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。またね。